です。今回はリクエストいただいてたスキンケアの紹介と前回の動画で告知したウイスキーのレビューをしていきたいなと思います。もうめっちゃ大満足で、また他の色も買いたいなって思ってるので、ぜひ最後までご覧ください。前半スキンケアを紹介するので、コスメから見たい方は時間まで飛ばしてください。洗顔はその日の肌の状態によって変えてるんですけど、だいたいこの3つを使ってます。美容液とかクリームとかはいろいろ変えることがあるんですけど、この3つは8個9個3個ぐらい去年はリピートして購入してて、すごく気に入ってる3つになります。皮脂とかも出てなくていい感じだなっていう時は、このアミノ酸ジェルを濡らしたティッシュに出して顔についたホコリとかを軽く拭き取る感じで使ってて、でそれよりももうちょっと洗浄力が欲しい時はこの白色オイルで顔を拭き取って、でさらにもうちょっと皮脂とかが出てるなっていう時はこのベビーオイルとかを使って洗顔します。ベビーオイル洗顔のやり方はちょっとコツがあるので、気になる方は調べてみていただくのがいいかなと思います。私の肌は混合肌で、T ゾーンとかちょっと皮脂が出るなっていう感じなんですが、このほっぺの周りとか口周りはちょっと乾燥する肌です。自分の中でも肌の状態によって合うスキンケアが変わったりとかするので、皆さんに全員に合うスキンケアはご紹介できないと思うんですけど、それでも合う方も一定数いるんじゃないかなと思って紹介させていただきます。今日は白色オイルを使おうかなと思うんですけど、今朝ちょうど詰め替えたので、帰宅時のメイク、チリ、ホコリ、花粉など汚れの拭き取りに、乾燥した肌の潤いケアに、洗った手の潤いケアに、用途がいろいろあって、軽い洗顔にも保湿にも使えるっていう、首のケアの質問もいただいたんですけど、基本的にスキンケアは顔だけじゃなくて首までやるようにしてます。アミノ酸ジェルを化粧水として塗っていくんですけど、これがちょっと不思議な質感で、ジェル状なんだけど肌に塗るとこう水みたいになるっていう使い心地がすごく好きだし、このアミノ酸っていうのが肌の角質層内に水分を蓄えておくのに必要なので、お肌の基礎を整えるために使い続けているコスメになります。パッと塗ったらいろんなものを買うんですけど、今回は VT のアゼライン酸が入ってるシートマスクを使っていきます。朝はいつもこの状態でお弁当を作ったりとかして時間を置きます。パックしてる間に夜のスキンケアもちょっとだけ紹介しようと思うんですけど、まず先ほども紹介したベビーオイルでお化粧を落として、落ちきらない時はさっきの白色オイルを使ったり、あとはクレンジングをしたりもします。でその後これカレントボディのマスクを使ってて、これ前いただいたんですけど半年くらい使ってみて効果を感じたのでご紹介しようかなと思って、ここがシリコンになってて、でライトがいっぱいついてるんですけど、このライトの光をこう浴びることで肌質改善とか肌のトーンアップとか毛穴の引き締めとかの効果があるっていう商品だったんですが、私が特に感じたのは、これをした次の日赤みとかがこう整ってちょっと均一になる感じがするのと、あと毛穴がこうだんだんキュッとするような感じがして気に入って使ってます。しかも何よりもすごく使い方が楽ちんで、こう洗顔してお風呂出た後にこれをこう装着したまんま10分間で勝手にライトが切れてくれるので、その間こう両手がフリーな状態になるので、いろんな家事をしたりとかながら美容ができるっていうのが個人的にすごく続けやすくっていいなって思ってます。臨床的に証明された
の光の波長を使用したマスクになってるので、効果があるんじゃないかなと思って続けてます。でこれ4つモードがあるんですけど、赤いモードと黄色と緑とこのいろんな色を組み合わせてくれるやつがついてて、アジア人の肌に合わせて、鼻周りはこういう悩みが多いからこの色の波長とか、各部位に合わせた光の波長をこう自動的に出してくれるみたいなモードなんですけど、私はいつも赤のモードが効果を実感しやすいっていう風にカレントボディの方にお聞きしたので、これを使ってます。アルコールとかでピャーって拭き取ればよいからお手入れも楽ちんだし、マスクの先がこういうものにつながってて、ここでモードの切り替えとかができるんですけど、こんな感じで USB コードで充電できます。ちゃんと自分で効果を実感してからご紹介したいなって思ってたんですけど、すごく良かったので、もし気になる方は 10% オフになるコードをカレントボディさんからいただいて、概要欄に載せておくのでチェックしてみてください。そしたら美容液を塗っていきます。美容液もいろいろ変わるんですけど、今はプロバイオシカインテンシブアンプルをギフトでいただいて、継続して使用して使い心地を試している最中です。でも基本的にこちらのブランドの商品がすごく好きで、とろっとした感じなんですけど、馴染みも良くてもちっとする感じ。肌バリア構造に似たセラミドと歯科が融合し、肌の吸収力を高め、ダメージを受けた肌バリアを改善しますとのことです。クリームは2つを使っていて、ドランクエレファントのプロティニポリペプチドクリームと松山油脂の肌を潤す保湿クリームです。こっちがペプチドアミノ酸ピグミーウォーターリリーエキス主に配合してて、こっちがセラミド系のクリームになります。こっちは結構こっくりしてるので、ほんのちょっとだけ取ってドランクエレファントのクリームと混ぜます。乾燥しやすいところから塗っていきます。ベースメイクは今日は飛ばしていこうと思います。コスメに合わせて着替えてベースメイクもやってきました。アイシャドウとリップをレビューしてメイクしていきたいなと思います。じゃーん、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。ピグメントアイシャドウパレットのソフトスモーキーっていう一番デイリー使いしやすそうな色をチョイスしました。くすみ具合使うのが楽しみ。パッケージがこれまためっちゃ可愛くて、ビーボールドリップグロスのハイシーフィット。この2色がラメが入ってて、あとはマットになってます。ベースカラーと中間色が入っていて使いやすそうだなという印象です。暗い色が2色も入っているところがスモーキーメイクがいろいろ楽しめそうだなっていうところです。シルバーホワイト系のラメとくすんだブラウンベースのゴールド多めの多色ラメって感じです。リスキーのサイトに載ってたこのルックが可愛いので、目尻のアイラインちょっと太めのスモーキーメイクにしていこうかなと思ってます。カラコンはユーロリングのミネラルグレー縁なしのやつ。ベースカラーを全体に広げてグラデーションがしやすいように整えていきます。この若干濃いマットを重ねてグラデーションにします。目尻側ちょっと重めにします。このさらに濃いブラウンを下に重ねます。若干目尻側が濃くなるように目尻にさらに重ねてアイラインを引いていこう。最近ね、ケイトのアイライナーを
新しく買ったんですけど、これがめっちゃ良かったのでおすすめしたい。韓国のメイクアップアーティストの方がご紹介されてて、ビットリアジェルペンシルのブラックを、芯もすごく細いし書き心地もいいし、そして落ちにくい。こんな感じでスルスルって描けるんですけど、このこすれとかにもすごく強くて、アイラインがめっちゃ綺麗に引けるので、これおすすめのアイライナーです。今日はちょっと跳ね上げ気味にします。一回ちょっと降りて、自分の目尻よりも幅を持たせた後に跳ね上げると目が大きく見えるのでおすすめです。まつげの間も埋めて、目頭の切開ラインも引いていきます。こんな感じ。この締め色2色を使ってラインをぼかしていきます。下のラインも引っていきます。この白い方のラメを上まぶたに、茶色の方のラメを下まぶたに入れていきます。いいんじゃない？かわいい。ビューラーしてつけまします。こんな感じ。下まつげは何でもいいんですけど、マスカラをしてピンセットでつまんで束にしていきます。束にしました。じゃん。リップいきたいと思います。めっちゃ期待通りのくすんだモーブカラーで、ツヤもすごくかわいい。めっちゃかわいい。ほんとこのケースの液の色まんまって感じ。こういうのって大概ちょっと赤みが出たりするけど、どうかな。この AOU の3番のリップペンシルでラインを取ります。かわいい。めっちゃかわいい。これめっちゃかわいいです。えぐくない？あ、スースーする。めっちゃかわいい。このツヤ感とくすんだ色がちゃんとこのまま発色してくれて、赤っぽくならないし、他の色も欲しいです。他にもね、ブラウンとかって可愛いなと思ってたので、ティント効果はなさそうです。チークどうしようかな。リップの色に合わせてモーブっぽい感じで、これとこれを合わせようかな。ビオーブのミックスマッチチークパレットのモーブガーデン。このモーブカラーがめっちゃ良さそうじゃないですか。最近ハマってるこの横長く塗り方にします。合う。かわいい。若干この赤のモノアイシャドウの902アースっていう色を重ねます。ちょっとシェード的な感じで、このラインより外側
に入れます。めっちゃかわいい。ハイライターは最近ハマってるこのトゥースラッシュ4のストロビングフェイスキューブホワイト。これマットとキラキラのハイライト両方入っててめっちゃ使えるんですけど、このキラキラの方を目頭と鼻先と顎にちょっと OK。 じゃあ髪の毛をちょっとしてきます。ただいま戻りました。今回はスキンケアのご紹介とこのリスキーのレビューとメイクをしたんですけど、いかがでしたでしょうか。このブランドめっちゃ好きになったので、他の色とかも変えたらいいなと思います。このパレットの色味は全体的にすごいくすんでてクールな感じなんですけど、色合い的にはベージュとブラウンとブラックっていう感じなので、かなり使いやすいくすみ系のブラウンパレットだと思います。マット多めでラメがポイントで2色入ってるっていう構成もすごく好みです。こっちのリップもこうくすんだ色がすごい可愛くて、あとこのプランプ効果のあるツヤで唇をプルップルにしてくれるので、これもすごくおすすめです。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。いつもコメントも嬉しく拝見しております。リスキーのコスメ少しでも参考になったよという方は是非チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしてます。